はい、こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。巨大な八丈赤むつっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。八丈赤むつ。っていうことでね、またまた珍しい魚が気まぐれクックにやってきてくれました。とんでもなく大きいです。こうまな板に乗せるとわかりますよね、この大きさ。めちゃくちゃでかいんですよ。で、これね、赤むつってつくんですけど、赤むつ、のどぐろですね。のどぐろとはまた別のお魚ですね。ただとっても味がいいので、めちゃくちゃ高級魚。しかもこのぐらいの大きさになって、もうちょっと口からこう出てますよね。このわかりますか？内臓脂肪なんですよね。もうね、油乗りすぎて口から出ちゃってるんですよね。こんな個体は、まあ、そんなに入らない。上がったとしても、ほとんど超高級なお寿司屋さんとか、割烹料理屋さんが持ってっちゃうんですよね。今日は特別にこちら売っていただきました。お値段はちょっと控えておきます。引くぐらいの値段なので。ただやっぱりどうしても皆さんにね、日本にはこんなすごい魚がいるんだぞって見したいんですよ。そういうところにお金使っていきたいね。というわけで今日はこちらの八丈赤むつを使って2品作っていきたいと思います。1品目、やっぱりお刺身でいきたいなと。で、2品目、煮付けでいきたいなと思います。で、僕っていつも煮付けは、もうなんか醤油とか、みりんとか酒とか、もうバババーっと適当に入れて、なんとなく作ってたんですけど、今日は本格的な煮付け、料理屋さんで出てくるような煮付け、ちょっとね、勉強しましたので、作っていきたいと思います。そしたらまずおろしていきたいと思います。まず、鱗を取っていきましょうか。で今日はすき引きじゃなくて、この赤身を活かしたいので、鱗を取っていきます。うお、すっげえ飛び散る。うわぁ、これ、大変なやつじゃん。で、鱗取ったら、この背中のラインが黄色ってこと気づきました。すげえ綺麗ですね。もうこういう魚大好き。届いた時惚れ惚れしましたもんね。発泡スチロールの中からこんな綺麗な魚が出てきて。宝石みたいな魚ですよね。もう最悪なんですけど、ゴキブリ出たね。どこマジや。いた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 。よし、とどめだ。買ったっぽい。よし、なめんなよっていう話。はい、このように鱗が綺麗に取れました。そしたら頭を落として内臓を取っていきます。うわぁ、綺麗な内臓だ。これちょっとすげえんじゃね、この魚。久しぶりに見たここまで内臓脂肪ある魚。骨は硬いですけど、関節決めちゃえば簡単ですね。まず口の中にこんだけ内臓脂肪入ってます。この量だけでもえげつないんですけど、このお腹の中にも、ほら、まだ入ってますから。で、お腹がパンパンに膨れてたのは、これ浮袋でしたね。すごい大きいですね、この魚、浮袋が。で、この先端の方に、こう、苦玉がついてますね。これ潰さないように気をつけなね。はい、このように頭が取れました。そしたら3枚におろしていきましょうか。身がプリンプリンですね。これはおろしがいがありますよ。皮もとっても柔らかいですね。これ湯引きしても美味しいかもな。さあ、身はどんな身してるんだろう。トラも寄ってきました。トラもね、いい魚にはほんと積極的に寄ってきますよね。はい、背骨までしっかり決まったら腹骨を断ち切ります。はい、こんな感じですね。これ思ったよりなんかさっぱりしてますね。もっとこってこての身だと思ったんですけどね。たださっぱり系だけど皮の下にすごい脂持ってる魚ですね。だから俺皮引くのはもったいないですね。やっぱ皮ついたままお刺身にしたいと思います。今日は霜降りでいきます。炙りでもいいかもな。皮
皮引くのはもったいねえな、こいつは。わ、でもね、背中のところ、ここ見てください。すごい脂持ってますね。魚ってね、こう脂持つと、ヒレの周りに脂がついてくるんですよね。これはいい魚です。せーの、よいしょと。あ、綺麗におろした。100点満点じゃないですか。そしたら、肩身はいろんな人に配りましょうか。で、今日はこっちを使っていきましょうか。まずは腹骨をすいちゃいます。この腹骨からもいい出汁が出そうですね。もう僕の冷凍庫、この魚の腹骨、これだけで何種類あるんだってぐらい入ってますからね。いつか使おうと思うんですけど、たまる一方なんですよね。いつか動画にしたいですね。ほんとすごい、めちゃくちゃ入ってますよ。うわ、お腹のところすごいな、これ。大トロじゃん。ほら、すげえよ、これ。そしたら、血合い骨を外していきましょうか。こっち側がお腹ですね。こっち刺身にしましょうか。こっちの背の方ですね。大節とも言いますね。背中の方を節、お腹の方を目節とも呼びます。大節の方を今日は煮付けにしていきたいと思います。ほら、うわ、こう見ると分かりやすいですよ。これ、皮はすごく薄いんですけど、この皮の下、この白いの、全部油なんですよね。でこんだけ魚さばく動画上げてると分かるんですよね。これはね、煮付けとかにした時に皮目がとろっと口の中で溶けるタイプの身質です。これね、最高にうまいと思います。そしたら切り身に切っていきます。こういう感じで、こういう感じ。綺麗だな、色鮮やか。このぐらいのサイズ感に切っていきましょう。このぐらいのサイズだったらとっても扱いやすいんでね、だいたい3センチぐらいですね。はい、こんなもんでいいでしょう。今日は4切れぐらい煮付けにしようか。そうしたらお盆に塩をパパパパパッと振ります。で、その上に切り身を乗せていきます。で、こちらカマもそこに乗せます。で、上からさらにパパパパパッと塩を振ります。で、これで魚の中の余分な水分を出していきます。10分ほど置いときましょう。そしたらこのままだとちょっと大きいので、まずここで1本大トロを落としましょうか。で、ここが大トロですね。で、次に中トロ、ここですね。で、まあ、尻尾の方の赤身と。ここは別の料理で使うとして、お刺身はここでいきましょうか。で、お湯をかけた時にキューッと縮まらんように、ちょっと皮にね、1本切れ込みを入れておきます。先に切れ込みを入れておくと、こうキュキュキュッとならないんですよね。あんまり深く入れすぎないようにね。皮を1本切るイメージ。こんな感じですね。で、大トロも一緒。よし、OK。はい、氷水を作っておいて、でこういう風に傾斜を作ります。で、お湯をかけていきます。で、両面かける人もいるんですけど、僕は皮目だけかけますね。ペーパーをかぶせて、お湯が全体に行き渡るようにします。そしたらかけていきます。シュッと。はい、いいでしょう。そしたらすかさず氷水で粗熱が取れたら水から出してペーパーで水気をしっかりと落とします。ここで水気をしっかり落とさないとブヨブヨで水っぽいお刺身になっちゃいますんで、ここで水気をしっかり落としましょうね。そうしたら湯引きたてはこういう風にクタンクタンですので、これを一度冷蔵庫でカチッと冷やします。そうすると切りやすくなりますんでね。そしたら冷蔵庫で30分ほど冷やしていきましょうか。そうしましたら塩を振っておいた切り身、だいぶ汗をかいてきました。そしたらこちら、一度さっと湯通しします。お湯の中に1枚ずつささっとくぐらせていきます。表面がちょっと白くなるぐらいですね。塩を落とすイメージですね。さささささっと。はいはいはいと。あんまりここで火入れすぎちゃうと、この魚の旨味が逃げてしまいますんでね。さっとで OK です。で、この煮付けに切り身だけじゃなくて、こういうカマとか骨とかが入ると、この魚の骨からもすごい出汁が出るんですよね。煮付けがね、すごく美味しい煮付けになります。はい、これで切り身の仕込みの完成ですね。そしたら煮だれを作っていきます。お鍋に昆布だし、たっぷりの昆布だしを引いていきます。このだしの量を見ると
鍋でも作るんかよっていうぐらいの量じゃないですか。でもこれでいいんですよね。で、これで煮立てて昆布の旨味を出していきます。お野菜の仕込みをしていきます。今日はごぼうでいきましょう。で、ごぼうはアルミホイルで、シャッシャッシャッと揚げていきます。で、ごぼうを切っていきます。大きさは好きな感じの大きさでいいですよ。このぐらいでいきましょうか。で、これをさらに縦に切ろうか。こういう感じで。で、ごぼうの強い香りが好きな人は、このまま使っちゃっていいと思うんですけど、で、ごぼうの香りを少し抜きたい人は、こういう風に、お酢と水の中に入れてあげる。そうするといいみたいですね。さあ、どうなんだろう。八丈赤むつとごぼうは果たして合うのでしょうかね。で、次は僕の好きな生麩。これ煮付けに入れるとね、うまいんですよね。餅は僕あんま好きじゃないんですけど、この生麩は好きなんですよね。でも生麩もこのぐらいの大きさに、ザク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 と切っていきます。残してもしゃあないんで全部使っちゃいますね。多分たくさん作っとけば家族が食べると思いますんで。今日の野菜はこんなもんでいいでしょう。はい、そしたら昆布だしがいい感じに引けてきましたので、昆布を取り除いていきます。そしたら沸騰させて、表面のぬめりを取っていきます。はい、ある程度で大丈夫です。そしたらそこに八丈赤むつを入れていきます。カマと切り身入れていきます。ジャボンジャボンジャボンと。で、これでグツ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 と煮立てていきます。で、忘れてました。生姜もね、少しパカパカパカと入れます。そしたら、こちら、日本酒ですね。日本酒をさーっと一回し入れます。で、これでグツ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 と煮立てていきます。はい、そしたらこういうブクブクしてきたら、こうやってアクがまだ出てきますので、このアクをね、しっかり取りましょう。この煮付けはね、アクを取るっていう作業、これめちゃめちゃ大事ですね。で、こういうまとまったプルンとしたの、これがアクですね。で、このプルンとしたのを取ってからまだ出てくる、このちっちゃいアクっていうのは、旨味です。これ残しておいても大丈夫ですね。で、これ、どんどん煮詰めていきます。で、この時蓋はせずに、旨味をどんどん煮詰めていく感じですね。じゃあこんだけ水分あるんで、5分ほど煮詰めていきます。はい、かなり詰まってきました。で、こういう風に出汁がね、ちょっと白濁してくるんですよね。ここで一回味見します。うまい。そしたらお野菜を入れていきます。お麩も入れちゃおう。で、ここから調味料を入れていきます。で、調味料を入れる順番なんですけど、さしすせその順番で入れていきます。さ、砂糖、し、塩、す、せ、醤油、そ、味噌ですね。で、今回使うのは砂糖と醤油なので、まずは砂糖から入れていきます。ザラメですね。結構たっぷり入れちゃいます。さーっとね。結構甘みをのせちゃいます。で、お玉で時々こうやってかけてあげながらね、じっくりじっくりと煮立てていきます。はい、そしたらかなり煮だれが少なくなってきました。そしたらそこにお醤油を落として味を決めていきます。この時に完璧に味を決めるんじゃなくて、完成形の手前ぐらい、ちょっと薄めに醤油を落としていきます。で、醤油を落としたらそこにみりんも少し加えます。で、照りを乗っけていきます。で、強火でガンガン攻めていきます。ごぼうもだいぶ火が通っていい感じですね。で、もう少し煮詰まったら完成ですね。はい、そしたら次は刺身を切っていきましょう。かなり冷えてね、結構ね、カチッとするんですよね。脂が多い魚は特にそうです。今日はあしらいとかがないので、シンプルにいきたいと思います。こういう形ね。いや、つまだけはあったんだ。こういう感じで盛り付けていきましょうか。大トロですね。大トロはカクッと切りましょうか。はい、これで八丈赤むつのお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらの煮付けがさっきからいい匂いをプン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 放ってます。うわ、うまそう。ちょっと今日は盛り付け手抜きですけども、お刺身。このサシの入り方ですよ。今日は濃い口醤油と
すだち塩でいただこうかなと思います。その前に、銀色のやつ。この時期はフライング銀色のやつが多くなると思います。もうなぜなら、早く飲みたいからです。それ以外理由はないでしょう。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。もう目の前にこんなんあったら酢ビールでもうまいわ。煮付けはちょっと置いといて、まずはこちらのお刺身の方からいただきたいと思います。このわさびも自分ですりおろしたやつを冷凍して保存しておいたやつです。で、お醤油にペッペとつけていただきます。うわ、なんじゃこりゃ。すっきりした油？くどくない爽やかな油だ。で、身はとてもねっとりした身質ですね。シャキシャキはしてません。ただそのねっとりとした身質とは裏腹に、この皮目のコリコリ感がいいアクセントになってます。とてもうまい。これはね、オンザライスでも合うと思います。そしたら大トロの部分は、すだちとお塩でいきましょうか。いただきます。油がすげえな、これ。でもこの魚はね、すだち塩は合わないな。濃い口のこってりとした醤油が合いますね。では次はこちら、お煮付けをいただきたいと思います。カマをいただきましょうか。うわー、すげえ。これ、身質がふわふわですね。で、こう煮だれにたっぷりとつけて、いただきます。もちろん今日はちゃんと煮たんで、煮方も抜群にいいんですけど、この魚、煮付けのポテンシャル相当高いですね。赤ムツの煮付けもうまいんですけど、また赤ムツとは違う美味しさがあるな。身がとにかくふわふわ。いや、こっちの切り身の方はどうでしょう？こっちの切り身は結構しっかりしてる。身質が。カマの皮のところがうまい。すごい、この魚が。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は大きな八丈赤ムツという超高級なお魚をさばいて、煮付けとお刺身で食べてみましたけども、もうめちゃくちゃうまかったです。すごかったよ。刺身がうまい。で、背中の方の身を切り身にして煮付けにしたんですけど、若干硬くはなります。でも、パサパサしてる感じじゃないんですよね。もうとにかく、この皮目の脂、あそこがうまい。あれが全てをカバーしてる。めったに見かけることのない魚だと思いますけども、もしどこか居酒屋とか行って、八丈赤ムツのお刺身入りましたとかありましたら、ぜひ食べてみてほしい魚ですね。全国のお店屋さんは、あの魚一回仕入れてみてください。本当に美味しい魚です。ビビりました。高いけどね。今日はもう心の底から撮影が楽しかった。もう一回巻き戻して最初からやりたいぐらいですね。本当に。さあ、もう一匹さばきたいぐらい。そのぐらい楽しい撮影でした。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。